皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。もう7月ですね。はい。もうついにね、東京は30度を超え始めまして、エアコンつけました。うん。もう一回エアコンをつけるとね、もうダメだよね。もうずっとつけちゃう。毎日。もう最近電気代上がったんだけどさ、なんか暑いからさ、もう節電しなきゃいけないんだけど、暑いからちょっとエアコンつけちゃうなって感じです。はい。本当エアコンつけないと、もう最近本当に命の危険があるぐらい、もう日本は暑いのね、夏は。うん。皆さんね、なんか節電のためにエアコンつけないっていう方いるかもしれないですけど、命の危険があるので、マジで、気をつけてくださいね。はい。水分補給とかしてください。はい。ということで、今日はですね、またちょっとフランスのね、お話をしたいと思います。はい。犯罪の話です。今日は。はい。私がフランスから帰ってきて1ヶ月ぐらい経過したんですけど、来年かなまたワーキングホリデービザを使ってもう一度フランスに行こうと今計画をしております。はい。いろいろ不安なことはあるんだけど、人生一度きりなのでちょっと挑戦してみようかなという気持ちです。はい。まあ、拠点はね、ナントの町になるんですけど、実はですね、私、前回のその1ヶ月のフランスの滞在の時に、そのナントの町以外に、ボルドーとリヨンにも行ったんですよ。そう。で、なんで、ナントにしたかというとですね、いろいろ理由があるんですよ。知り合いがいっぱいいるとか、シンプルにナント好きだったっていうのもあるんですけど、でも本当は、リヨンの街が一番好きだったんですよ。そう。なんかリヨンの街は結構大きい街で、賑やかで、なんかおしゃれなお店とか美味しいご飯屋さんとかいっぱいあるし、古い街並みもあって、なんかほんと美しい街だったんですよ。本当に美しかったの、リヨンが。なんか、皆さんが考える、ザ・フランスの街っていう感じでした。はい。ただなんでじゃあリヨンにしないのっていう話なんですけど、実はですね、私この1ヶ月の滞在の間に、運が悪いのかはわからんのですけれども、なんかいくつかの犯罪に遭遇しまして、犯罪と、不幸な出来事に遭遇しまして、そう。で、そのほとんどが、てかほぼ全部リヨンの街だったんですよ。そう。で、私リヨンの街4日間ぐらいしか滞在してないのね。なのに、ほぼ毎日犯罪を目撃したみたいなレベルで結構やばかったんですよ。うん。なので今日はちょっとこの話をしたいと思います。はい。ヨーロッパは犯罪が最近、高まっているっていう風に言われているんですよ。世界的にそうだよね。日本でも最近なんか変な事件多い、殺人事件とか、なんか本当にいっぱいあって、世界的に不況で、戦争もあって、ちょっと良くない感じですけれども、ヨーロッパでね、犯罪はどんな犯罪があるかっていうのをちょっと調べてみました。はい。例えばですね、フランス以外の国ですと、例えば、オランダとかだと、ドラッグ関連の犯罪が問題となっている。ほう。ちょっと待って、救急車。最近、最近毎日救急車の音聞くんだけど、本当大丈夫そうね。みんな健康大丈夫って感じ。ね。はい、話戻りますけれども、他にの国だとすると、スウェーデンだと性犯罪が多い。へえ。とか、あとは、イタリアだと組織犯罪が問題となっている。っていう風に、なんか、ヨーロッパでもね、いろんな犯罪がやっぱあるんですよ。うん。で、フランスではどんな犯罪が多いのかというと、一つ目は盗難。何か盗んだりすることですね。スリとかね、パリとかよく聞くよね。財布とか iPhone とか、カバンとかね、すられるって言いますけど。あともう一つはですね、暴力犯罪が、増えているらしいです。フランスで。怖っ。怖っ。ね。はい。そんな感じです。はい。で、特にですね、フランスで危ないとされている地域はですね、1位はマルセイユです。
はい、これは結構有名ですね。マルセイユはなんかドラッグ犯罪とか暴力犯罪が多いらしくて、まあ、最近失業率も高くなっている影響でそういう犯罪が増えているそうですね。マルセイユ。うん。であとはパリ。はい。そしてリヨンです。はい。リヨンは3番目かな。うん。大都市特有の問題として盗難や暴力犯罪が増えているって書いてますね。はい。まあ、実際に私がどんな犯罪を、目撃したかというと、そう、私はね、別に直接被害を受けたわけじゃないんだけどね。うん。まず一つ目はですね、街を歩いてたら、フランスって路上駐車とか普通にしてるんですよね。はい。日本では路上駐車って結構、厳しく、なんていうの、取り締まっているんですけど、フランスとかだとね、結構路上駐車してる人が多いんですけど、普通に歩いてたら、パッて車を見たらね、あの、窓ガラスあるじゃん。車の。に、四角く、なんか、割られてる。そう。多分、あれだよね、強盗だよね。車上荒らしっていうの。車の窓ガラスを割って、鍵開けて、中のものを盗む人たち。多分車上荒らしだと思うんだけど、その窓ガラスの一箇所だけ四角く、こう、綺麗に窓が割れてて、えみたいな。初めて見た。みたいな。車上荒らしじゃねと思って。そう。そういう車が止まっていたっていうのがまず一つ目。いや、見たことないもん、車上荒らしとか。本当に。綺麗に四角く割られてたのね。あれ、車上荒らしだよね。なんか、意味ないよね、別に。なんか、その車を持ってる人がわざとやってるとか絶対ないよね、そんなことね。ね。それが一つ目。で、二つ目はですね、夜8時頃かな。トラムに乗ろうとして、トラムの駅をこう、ちょっと探してたんですよ。そしたらなんかすごい大声が聞こえて、なんだなんだと思って、祭りか祭りかみたいな感じで、ちょっとパッて見たら、喧嘩。喧嘩。しかも大勢の喧嘩。はい。全員男性だったんですけど、なんか、一人の人が大勢の人にボコボコにされてるっていう、なんか、リンチとまではいかないけど、多分一人の人が多分なんか悪いことしたっぽくて、他の人10人ぐらいに、殴る蹴る、そしてなんか胸ぐらつかまれたりとか、そういう喧嘩がありました。はい。めちゃ怖かった、普通に。うん。多分仲間同士の喧嘩だろうから、私が巻き込まれることとか絶対ないと思うんだけど、それでもなんか、人が大勢の人に殴られたり蹴られたりしてるところって見たことないから、ちょっとすごい心配になっちゃって、えみたいな。大丈夫そうみたいな感じに思いました。まあでもその人は別に血が出てるとかそういう、そこまでじゃなかったんで、なんか殴られたり蹴られたりして、で、なんか一生懸命逃げ出しておりました。はい。怖かったですね。うん。それが二つ目。はい。三つ目。これが一番やばいんですけど、三つ目はですね、私が夜、エアビーに帰ろうとしてて、そう、9時、10時くらいかな多分。で、私、エアビーに泊まってたんで、エアビーって、普通のなんか、マンションの一室だったんですよ。そう。だから住宅街とかにあるから、別にそんな人が多いところじゃなくて、本当に、住宅街だったんですね。で、あと本当に20メートルぐらいでエアビーに着くよっていう時に、十字路があったんですね。十字路。で、十字路をこう行って、右に曲がろうとしたら、その十字路にパトカーがドーンって、でっかいパトカーがドーンって止まってたのね。で、邪魔と思って普通に何してるんと思ったの、その時に。そしたら、4人ぐらいの警察の人が降りてきて、私フランス語全然わかんないんだけど、なんか言ってんのね。で、なんか、まあ、通らないでください。他にもね、私以外にもね、人がいたんだけど、なんか、通らないでください、この道、みたいな感じ。でも私の家もすぐそこなんですけど、みたいな感じだったんだけど、いや、ダメ、みたいな。通らないでください。で、何があったかというと、その道、その道じゃないのかな、その隣の道かなで、あの、何か
武器を、危ないもの、武器を持ってる人がいると。なんか、何の武器だったかわかんないんだけど、ナイフなのか、その銃なのかわからないんだけど、フランスでは銃禁止だからさ、そう、わかんないんだけど、とにかくなんかそういう危ないものを持ってる人がいるから、この道は今通れませんみたいな。その人を捕まえるまでみたいな感じで、みんな、みたいな。やばくないみたいな感じで。で、私なんか、しかもフランスの警察ってさ、日本の警察と全然違うのよ。なんかめっちゃ多数入っててさ、もうめっちゃマッチョみたいな感じで、超強そうで、かっこいいと思ったんだけど、めっちゃ強そうな感じで、で、なんか、そう、私はただ30分ぐらいずっと待ってて、みたいな。で、もしこっちにさ、そんな人が来たりさ、銃だったら結構やばいじゃん。で、怖っと思って。でも結局、その私が通りたかった道の隣の道で、その犯人が捕まったらしくて、どうぞ、みたいな。帰ってください、みたいな感じで、最終的には言われたんだけど。だから犯人は見てはいないんだけど、なんかそういう事件がありました。怖くね？うん。そしてね、最後はね、私が遭遇したわけじゃないんだけど、私と同じ時期にリヨンにいた、友達の女性があった事件。私たちはその夜にご飯を食べてたのね。で、解散したの。バイバーイって言って。で、私はエアビーに帰りました。で、その女性も、ホテルに帰るってなったんだけど、可愛いねって突然男の人に可愛いみたいなことを言われて、後ろをつけられたらしいです。はい。後をつけられる。うん。怖くね？めちゃめちゃ怖くね？で、その時に、その女性は一人じゃなかったの。男性が二人いたので、その男性が、おい、なんか、やんのかみたいな。やめろみたいな感じで言ったら、その変な男の人はいなくなったらしいんですけど、怖くないね？もし、その私の、お友達が一人で歩いてたら、どうなってたかって思うと、すごい気持ち悪いですね。すごい怖いですよね。うん。なんか、そういう事件がリヨンであってですね、私はリヨンに行くのをやめました。はい。この話をね、なんか他のフランスの生徒さんとか、知り合いにみんなに話したんだけど、あの、そんな事件一回も見たことないって言われるのね、みんなに。なんか、はるかがアンラッキーすぎるみたいな。なんか、運悪すぎないみたいな。そんな事件、なんかもう30年ぐらいフランスに住んでるけど、一回もあったことないよって言われて。だからなんか、フランスが危険なのか、私が運悪いのか、ちょっとよくわからないんですけれども、そういう事件があって。うん。すべての事件は夜に起きてるので、私は、来年、ワーキングホリデーに行くときは、夜に出歩かないようにしようって思いました。はい。もし夜に出歩く場合は、誰か知り合いと一緒に家まで送ってもらうとか、なんか一人では外に出ないようにしようってちょっと思いましたね。はい。いかがでしたでしょうか？ね。はい。他にもね、実はね、ちょっといろいろあったんですけど、ちょっと、うん。また今度話しますね。はい。ということで、今日は、フランスで遭遇した犯罪についてでした。はい。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、X と Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。はい。あと、サニーサイドジャパニーズというグループ会話クラスもやっておりますので、会話練習したい方、ぜひ、参加してみてください。で、7月13日に、発音練習とか、なんか、自然に日本語を話せるようになろうという練習をするイベントがあります。はい。これ無料で誰でも参加できるので、ぜひ皆さん参加お待ちしております。はい。4人の先生が来るので、できるだけね、一人一人にフィードバックを、出せるように、しますので、皆さんぜひ参加してみてください。はい。あとは、ペイトリオン、こちらのメンバーも募集しております。ペイトリオンでは、今日お話ししたこのエピソードの
新しい言葉を勉強したりとか、あとおやすみポッドキャストっていうまた別のポッドキャストのエピソードをフルで聞けたりしますので、ぜひチェックしてみてください。はい。まあ今日はねフランスの犯罪の話しましたけど、まあ全然笑い事じゃないよねこれね。どうなんでしょうかね。まあでも夜にやっぱ起こるんだね犯罪って。日中はね本当にやっぱ人がいっぱいいるし危ないことは起きませんでしたね。いや本当に夜はあんまり外に出ないようにします。はい。まあ私はねあんまりお酒を飲んだりもしないので、そんな夜遅くまで多分外に出ることはほとんどないと思うので、まあちょっと用心した方がいいね。でもね、なんか海外で生活するっていうのはねやっぱ今までの環境と変わりますので、はい、ちょっと気をつけていきたいなと思います。はい。ということでまた次回。